時代の建築、熱海優遇閣。一年中いつでも一人一泊素泊まり6400円。熱海駅から徒歩3分。2つあるお風呂は貸し切りで入れます。源泉かけ流し、熱めのお湯です。熱海最古の温泉旅館です。ゆきひょうの旅。行き方。今回は新宿駅から新宿湘南ラインで茅ヶ崎駅まで。茅ヶ崎駅から東海道線に乗り換えて熱海に到着です。進行方向、左側の座席に座ると海を眺めることができます。熱海に来たって気分が盛り上がるね。新宿から2時間ちょっとで熱海駅に到着です。伊豆急の黒船電車が止まっているね。ほぼ満席なので人気の電車なのね。撮ろうと思って反対側ホームに向かったのだけれど、階段を登っている途中で出発しちゃってたのよ。では改札を出て旅館に向かいます。旅館の送迎バスが何台も待機しています。大観荘、金城館、大野屋。右の駅ビルのルスカは3階建てで、お土産やコンビニ、レストランが入っています。商店街は2つあり、線路側の平和通り名店街と仲見世通り商店街です。今回は平和通り名店街から向かいます。屋根のあるアーケード街になっていて、真ん中には買ったものをその場で食べられるようにベンチが置いてあります。初日の夕食はこの祇園で天ぷら刺身定食を食べました。この辺りに熱海93号線、福福温泉の源泉があります。この源泉はかつては30軒の旅館等が使っていましたが、現在では優遇閣だけが利用しています。右にあるのは伊東園ホテルの熱海館です。そしてアーケード出口です。少し進むと車道に出ます。車道に出たら少し駅側方向に戻ると優遇閣です。信号を渡ります。コンビニも近くにあるので便利です。お隣の三景荘は休業中です。優遇閣に到着です。概要欄のチャプターリストもご活用ください。チェックイン。優遇閣の建物は
大正時代に建築されました。もともとは個人宅として建てられ、その後はお蕎麦屋さんになりました。昭和に入ってから池袋で優遇という名前の喫茶店を経営していた先々代が旅館として買い取りました。靴を脱いで緑色のスリッパに履き替えます。お蕎麦屋さん時代は土足でそのまま店内に入るスタイルでしたが、旅館になってから小上がり部分を作ったそうです。ところでこの看板ですが、優遇としか書かれていません。本来なら旅館の名前は優遇閣なのに、送り主は池袋の喫茶店の名前と同じ優遇だと思い込んでしまい、旅館の開業祝いに間違って優遇と彫った看板を送ってしまったそうです。また、旅館の創業は昭和13年、1938年とのことですが、看板では11年になっています。今度熱海で旅館をやることになったんだよ。なんて話が出てすぐに送ってしまったのかもしれないね。脱いだ靴は部屋ごとの下駄箱にご主人さんが入れてくれます。玄関の左はお蕎麦屋さん時代の厨房です。優遇閣でもかつては料理を出していましたが、今は素泊まりだけの旅館です。右にはお蕎麦屋さん時代のキャッシャー。声をかけるとご主人さんか奥さんが出てきてくれます。部屋に案内していただきます。建具やガラス、明かり取りの窓なども素敵ですね。ガラスは割れてしまったらもう同じものは入手できないそうです。小説家の堀達夫直筆の色紙が飾られています。宴席にあたるそうです。階段を下るとお風呂です。正面の軒の上に亀がいます。これは常連の当時客の方からの贈答品だそうです。2階に上がる階段の壁にはロケなどで訪れた芸能人の方々のサインが並びます。2階の客室は洋室です。トイレと洗面は部屋の外にあり、共同利用です。取らせていただいてます。こちらがトイレ。部屋に入ると先に宿泊料を支払います。現金のみです。ちなみに宿泊予約は電話だけです。埴輪かと思ったら違った。部屋は1号から3号の部屋が並んでいまして、私の部屋は1号です。ここだね。月1号。銭湯のロッカーのような鍵です。チェックイン後、
すぐに布団が敷かれます。部屋からの施錠は押すだけで楽です。布団が敷かれていない状態の部屋です。6畳の和室に床の間、広縁、そしてここからは見えないですがテラスがあります。椿の花が彫られている兄弟。昭和初期のものでしょうか。実家にある母の兄弟よりもかなり古そうです。創業当時からあるとしたら100年くらい前のものと思いますが、小さな引き出しがとても日当たりの良いこの場所にありながら歪むことなくスムーズに開閉できました。これは昔のガスか何かの暖房器具の名残かな。タオル掛けも木製。そしてこちらがテラス。前にマンションや新しいホテルができて、海はちょっとしか見えなくなりました。昔は花火も見えたそうです。夜はこんな感じです。朝は小鳥のさえずりが聞こえました。熱海駅ができる前はこの下の道路にはレールがあり、トロッコが走っていました。手押しのトロッコは小田原から出発し、現在の大江戸温泉物語あたりが終点でした。25km を4時間かけて3人の妊婦がトロッコを手押しだなんてすごいね。加藤席の乗客は上り坂の時は一緒に押したそうよ。タンゼント、浴衣遠火。歯ブラシ、フェイスタオル、バスタオル。お茶セット。ティーバッグではなくて茶葉です。その隣には壁に埋め込まれているタンスです。実家の私の部屋のタンスも同じ感じで埋まっています。暗くて見えないですが、ハンガーが数本あります。
床の間には掛け軸と木彫りの鷹とテレビです。ところで冷蔵庫はなさそうです。この中にもありませんでした。敷かれた布団。テレビのコンセントのところが充電基地。外はあまりに暑くて早めに宿に戻ったので、寝っ転がりながら動画の編集をしました。そこそこはかどりました。無料貸し切り風呂。源泉かけ流しのお風呂は地下に2つあり、空いていれば貸し切りで入れます。午後は13時から20時まで入れます。朝は何時から入れるのか聞くのを忘れてしまいましたが、チェックアウト時間に間に合うまで入れます。空いていたらお風呂の外にスリッパを脱いでドアを閉め鍵をかけます。こちらは手前の大きい方のお風呂です。といっても脱衣かごも4つですし、定員も多くて5人くらいかと思います。温泉はいつ作られたかについては聞きそびれたのですが、旅館としての創業時に増築したものと思われます。竜宮城を模したモザイクタイルの泉質は無色のカルシウム、ナトリウム、塩化物温泉です。絵付けされているタイルが並べられたタイル絵があります。塩分多めで湯冷めしにくいお湯です。冬に良さそうだね。夜は天井の水滴がキラキラして綺麗でした。同じタイルはもう存在しないので大切に補修されています。こちらのお風呂の窓は新しいサッシのものに変わっています。なお残念なことにタイル絵の右下の2つのタイルは近所の建物の工事の振動で割れてしまったそうです。作者の W 継承さんも嘆いていることでしょう。こちらが大きい方のお風呂の入り口です。左が小さい方の扇風呂です。大きい方は名前の札がなくなっちゃったのかな。こちらのお風呂も同じように入り口の外にスリッパを脱いで入り、鍵をかけます。脱衣かごは2個だけです。全体的に狭いお風呂で湯船も2人で入るには狭そうです。泉質は大きい方と同じです。そして同じように熱いです。タイル絵もありますが小さめです。富士山の絵と鯉の絵です。こちらの窓は昭和13年の頃のままです。戦時中は東京の大森の小学校の生徒がこの宿を疎開先として利用していました。小学校3年生の子供たちだったそうです。お母さん、お母さんと泣く子も多かったそうです。このお風呂の窓から脱走する子も多かったそうです。当時熱海には食料があまりなかったので、先生が子供たちを連れて遠くまで買い出しに行くこともあったそうです。その後子供たちは東北へ移動し、熱海には2つの大きな病院ができ、冬至で滞在する人も多くなったそうです。疎開したお子様たち、今ご存命なら90歳前後なのね。
熱海は戦前から軍の保養地だったこともあり、軍人さんも多かったそうです。富士山の絵の作者は慶陽さん。鯉の絵には民営堂、九谷の文字があります。民営堂は石川県金沢市に存在した九谷焼の製造会社で、昭和初期から全国の銭湯向けに鮮やかな九谷焼の絵付けタイルを製作していました。近くで民営堂のタイルのある銭湯を探し、中野の千代の湯にあることを突き止めました。でも、残念なことに廃業の上、解体されていました。北区の岩の湯はまだ健在で、おそらくこのタイル絵が民営堂のものと思われます。昔ながらの温泉や銭湯にあるタイル絵やモザイクタイル、大切に残していってほしいわね。あと、この窓とデコボコのガラスも。そうね、遊具閣にはいろんな種類のガラスがあって楽しかったです。それから最近は見かけなくなったキラキラ光る京壁も懐かしくてよかったです。天井の組み方も場所によって異なっていて、部屋で寝転んで天井を見るのが楽しかったです。最後にお風呂に入ってチェックアウトです。あ、電気消すの忘れてた。紐で消すタイプの電気もちょっと逆に新鮮。お世話になりました。熱海で食べたもの。遊具閣は素泊まりの宿なので食事は出ません。そのため3食外食になります。2泊3日で食べたものを紹介します。朝は持ってきたバナナと野菜ジュースと熱海で作った温泉卵です。2日目はそれに駅ビルで買ってきたミニトマトを追加です。最後は熱海で食べたものの映像でお別れです。チェーン店ではなく昔から熱海にあるお店を回りました。パインツリーのフルーツパフェ、ピザトースト、カツサンド、うな重のうな重竹、サンバードのプリン。自分で作る温泉卵。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしく、チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。